ナマスカール。こちらのチャンネルではインドを安全できれいに楽しく過ごそうをテーマにインドについて発信していきたいと思っています。インドへ来る方へパート6。今回はインドに旅行に来る方の持ち物について個人的なおすすめをお伝えしたいと思います。個人的なおすすめその1、厚底サンダル、そして安いサンダル。まず厚底サンダルからいくと、インドの地面が想像以上にボコボコだったり、地面が全然平らにならされていない道だったり、段差がとにかく多いです。舗装されてないところも多いのですが、厚底だとそんな時にも結構歩きやすいです。あと雨が降ると日本以上に水たまりが深刻な場面があるので、厚底だと多少の水たまりでも行けるので便利です。そして地面にいろいろ落ちているので、薄いサンダルみたいなものだと少し危ないかもしれないです。じゃあスニーカーはって思いますよね。どこの地域に行くかにもよりますが、牛や野犬も多いので、うっかり糞を踏んだり謎の汚水を踏んだり、サンダルだと汚れたらすぐに洗えますが、スニーカーだと布に染み込んだりできれいに洗えないと思うし、乾く時間も必要になってくると思うので、真冬でなければ厚底サンダルをおすすめします。安いサンダルですが、これは持ってこなくてもいいのですが、個人的にはもしかして一足あると便利かなと思ったので一緒におすすめしました。インドを回っていると靴を脱ぐタイミングが結構あります。主に寺院を見て回るときとか、境内に上がるときはもちろん、場所によっては敷地内に入るときに脱ぐところもあるかもしれませんが、その時にみんな適当に脱ぐので、違うものを平気で履いて帰りそうだし、紛失する可能性もあるので、特にお寺回りする時はなくなってもいいようなサンダルで行くといいと思います。大きなところであれば結構靴を預けて番号札をもらうスタイルになっているところも多いと思うので、あまりローカルのところに行かないのであれば心配はないかもしれないです。ジャイプールのアンベル城って、ジャイプールに行ったら結構な人が行くと思うのですが、そこの寺院に行った時にスニーカーだったんですが、脱いで履いて戻ってきたら子供が私の靴を履いて遊んでました。そういうこともあるので、いずれにしても履物は最悪なくなっても悲しくならないようなもので行くのをおすすめします。個人的なおすすめその2、携帯のストラップです。これはインド旅行に限らずですが、携帯の置き忘れ防止と防犯の目的でやっぱり首からかけるというか肩からかけるスタイルだと便利だと思います。インドは写真を撮りたい場面がたくさんあると思うので、かけてればすぐ写真も撮れて便利だと思います。インドは変な場所に行かない限りはひったくりみたいな目には合わないと思います。なのでどちらかというと携帯の置き忘れ防止とすぐに写真が撮れるようにですかね。個人的なおすすめその3、衣類用洗剤です。インドを旅行で回るのにおすすめは、着いたらすぐにクルタのようなインドの服を1着買うことです。着てるとインドの人も喜んでくれますし、何より郷にいれば郷に従いという感じで、夏場のインドのクルタってすごく過ごしやすいんですね。通気性がいいので着ていて涼しいし、汗かいてもすぐ乾くし、そんなクルタですが着る前に一度洗った方がいいと思うので、その際に洗剤を持っているとすぐに洗えて便利だと思います。またストールも可愛いのがたくさん売っているので、買ってすぐ使えるようにホテルで洗うといいと思います。個人的なおすすめその4、マスクです。もしかしたら皆さん普通に持ってくるかもしれないですが、インドは舗装されていないところが多くて、風が吹くと砂ぼこりがすごいんです。あと車が通るとこを長く歩いたり、力車での移動するような方もマスクがあるといいと思います。排気ガスもすごいと思うので。
冬場にデリー周辺に来る方は N95 のマスクがあると安心だと思います。個人的なおすすめその後、ウェットティッシュです。これも言われなくても持ってくるかもしれませんが、食事の際とかカトラリー、コップの口を一拭きする際にあるといいのですが、携帯用サイズより大容量のものの方がいいかもしれないです。じゃんじゃん使えますし。よく質問で食事は手で食べるのと聞かれるのですが、例えばカレー屋さんに行った時、カレー以外はカトラリーを使います。前菜を見てみてフォークで食べられそうなものはフォークで食べるし、あまり何を手で食べて何を手で食べてはいけないみたいなものはなくて、手の方が食べやすかったら手で食べるし、スプーンとかの方が楽そうだったらそっちを使うしっていう感じです。こういうナンとかチャパティとかそういうものは手でちぎってカレーをつけて食べますが、食べ方としてはお箸で焼き海苔ご飯を包むみたいな要領で、ナンをカレーで包んで食べる感じです。ディップというよりかは包み込んで口に放り込む感じで、もう手が汚れたらそれは最後まで汚れたままでいきましょう。手が汚れる食事を食べきるまで汚れたままで比較的いきます。それが済んだらナプキンだったりウェットティッシュで一気に拭いて手をきれいにしましょう。お店によってはフィンガーボウルになるとこもありますし、私は食べ終わったらひとまずナプキンで拭いておいて、お店を出る前にお手洗いに行って手を洗うっていう感じにしてます。食事前と食事の後はお手洗いで洗ってくるようにしています。あと、左手を使ってはいけないのかとも聞かれるんですが、左手はみんな結構使っています。左手でナンを押さえてちぎったり、なのであまり気にせず左を使って大丈夫です。笑われないようにとか失礼のないようにと思い、ちょっと戸惑うかもしれませんが、正直そこまでみんな人のことを気にしていないので、のびのび好きなように食べて大丈夫です。パニプリとか明らかにこれをスプーンで食べたら食べづらいから手で食べるっていう感じで、一口スナック系は比較的手で食べることが多いですが、スナックだけどこれは手がベトベトになるなみたいなのはスプーンで食べたりといろいろです。スプーンが提供されてないとしても、食べにくかったらスプーンくださいとかフォークくださいって言ったら大概もらえると思います。あとチキン料理、バターチキンとかチキンカレー系はチキンの大きさが日本よりかなり大きめでゴロゴロ入っています。基本的には弾力のあるチキンというよりかはホロホロ系なので、取る時になんとかで取る時に小さくつまんで取れる時もあるのですが、ちょっと取りづらいなと思ったらナイフとかフォークで切ってから包んでもいいし、そのままフォークで食べたりしても大丈夫です。あまり無理せず食べやすいようにフォークとかナイフとか使って大丈夫です。ちなみにカレーのお供にナン系ではなくご飯をチョイスした場合、手で食べなくても大丈夫です。スプーンで食べてください。どうしても手で食べたい人はもちろん手で食べてもらってもいいですが、インドの人もスプーンで食べてる感じの人が多いイメージです。なのでビリヤニとかも手でなくスプーンで大丈夫です。なんか食事の話になっちゃいましたが、ウェットティッシュは一応大量に持ってくると安心です。個人的なおすすめその後、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、これはおすすめというか、マストなアイテムだと思うんですが、あとこれも聞かれるのですが、インドのトイレは紙を流しても大丈夫なのかって聞かれるんですが、基本的に皆さん紙を流してると思います。もしかして地域によるかもしれないですが、デリー、グルガオンあたりは別に水洗トイレがあったら便器の中に紙を入れて大丈夫だと思います。ホテルやちゃんとしたレストランはトイレに
紙がありますが、そこまで大きくないモールは紙がない可能性があるので、ティッシュペーパーもしくは日本の時点からトイレットペーパーの若干少なくなった状態のものをいくつかストックしておいて、それを潰したものをかさばるのでね、潰しておいたものをカバンに忍ばせておくと安心です。個人的なおすすめその6、のど飴。これも持ってくる方多いかもしれませんが、インドはなんだか喉がイガイガすることが多いんですよね。私もほぼ毎日のど飴を舐めてるかもしれないです。真夏シーズンに来る方は溶ける心配もありますが、一応おすすめしておきます。番外編として旅行者の方へのアドバイスなのですが、これヒンディー語の大先生にアドバイスいただいたことなんですけども、インドでお財布をあまり人前で出さないように気をつけるようにしましょう。私これ日々気をつけてます。例えば次40ルピー必要だなと分かっていれば、ポケットやカバンに40ルピー忍ばせておく。先生曰く友達にそのお財布を出すのをやめてくれって言われたそうなんですね。やっぱり友達といえども誘惑にもなるし、あまりお金の塊を他人に見せるのは良くないです。買い物する際、誰がどこから見てるのかわからないですし、不特定多数の前、この人はいい人と思ってるガイドさんの前でもそういう行為は気をつけましょう。細かいお金とちょっと大きめ500ルピーとかは分けておくといいかもしれないです。あとインドはお釣りが出ないって聞いたことがあるかもしれませんが、500ルピーが使いづらいのはもちろんなんですが、100ルピー出して20ルピーぐらいのお釣りがないとか平気であります。大手チェーン店でも全然普通にあります。一つはキャッシュレス化が進んでいるというのと、あとは私が思うに、お金を受け取った際にお金をキャッシャーというかそういう箱に入れることができても出すことができなくなっていることが多いなと思います。その箱を開ける鍵を持っているのはオーナーやマネージャーのみで、レジをしている人には開けられないというパターンがあります。なので物理的にお釣りが出せない。その場合お釣りが出ないならやめるねっていうのか、食べ物屋さんはちょっとね食べ終わってからだと困るかもしれませんが、逆に食べ物屋さんはお釣りを持ってるイメージなので、そこまで心配ないかもしれないです。あと10ルピーぐらいのお釣りくれないっていうパターンがありますが、これ私何回かあるのですが、友人に言ったら怒って取り返してくれました。10ルピーでもお釣りを返さないのは良くないよって怒っていたので、お釣りをくれないで、そっぽを向かれてしまってもしつこく言いましょう。そうすると人もやってきて周りも加勢してくれるので、たかが10ルピーですけど、後からモヤモヤしそうなら絶対に言った方がいいです。いかがでしたでしょうか。日本にいる時点でしっかりと用意をしてくるとインド旅もだいぶ違ってくるので、リサーチしてインドのいい時間をお過ごしください。またインドに来るにあたっての質問等ありましたらコメント欄に残しておいてください。この動画が面白かった、参考になった方はグッドボタンを、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。